ご視聴ありがとうございます。今回はリクエストをいただきましたので、ヒートプレス機を使ってキーキャップへ消化プリントする方法を紹介します。なるべくお手軽に短時間でたくさんプリントできる方法を考えてみました。使用するものはこちら。ポータブルヒートプレス機、シリコンマット、シリコンテープ、消火転写用のマウスパッド、ハサミ、カッター、鉛筆、新聞紙、消火インクで印刷した紙、キーキャップです。キーキャップは材質が PBT 樹脂がいいとの情報をいただきましたので、そちらを使っています。今回使ったものはすべて説明欄にリンクを貼っておきますので、よければご利用ください。土台の準備をします。キーキャップは小さくて高さもあるので、まずは固定させるための土台を作ります。消火転写用マウスパッドが熱に強くて加工しやすいのでおすすめです。厚みが5ミリほどあるこちらを使います。キーキャップを置いて鉛筆で印をつけ、カッターで切ります。簡単に切れます。適当に間を空けて好きなだけ切ります。角はハサミの方が切りやすいです。今回は5箇所切ってみました。これで土台は完成です。印刷紙を貼る。消火インクでプリントした紙をキーキャップに貼ります。ちなみに私は家のプリンターで印刷しています。インクカートリッジを消火インクに取り替えるだけでお手軽に消火プリントが楽しめますので、興味がある方はこちらの動画も見てみてください。切って位置を合わせて貼ります。途中で確認してもずれないように、こんな感じに L 字で留めるのがおすすめです。ヒートプレスする。ヒートプレス機は190度90秒にセットしておきます。床を傷めないように新聞紙をたくさん重ねて、その上に土台を置きます。一つ注意点。土台のマウスパッドは必ず白い方の布面を上にしてください。裏側のゴム面を上にすると熱でベトベトに溶けてしまうことがありますので気をつけてください。シリコンマットは使いやすい大きさに切っておきます。こちらのシリコンマットでしたら4等分にするといい感じです。キーキャップって少しくぼんでいますので、そのくぼみにも圧力と熱がしっかり伝わるように
クッション効果のあるシリコンマットを使うのですが、あまり分厚すぎると熱が伝わりにくくなるので 2,3mm 程度の厚さがいいかと思います。このシリコンマットは厚さ 0.6mm なので3枚重ねてみました。土台の穴にキーキャップをセットしてシリコンマットを重ねて乗せます。設定温度になったのでヒートプレス機を乗せて体重をかけ90秒キープします。平らなものに消火転写するときよりももっとしっかり体重をかけたいので、床の上で腕立て伏せをするような体勢でやってます。90秒経ちました。シリコンマットは冷めにくいのでやけどしないように気をつけてください。どうかな？綺麗にできました。次は4個いっぺんにやってみます。全面転写もできるか、一回り大きめの画像も試してみます。QR コードは読み取れるか気になったので、こんなのも試してみます。同じく190度で90秒。どうかな？綺麗。これもバッチリ。これは真ん中が少しだけ薄い気がします。こっちも真ん中が少し薄いです。土台の場所が問題なのかな？ QR コードのだけ土台の真ん中に置いてもう40秒ヒートプレスしてみます。どうかな？まだ薄いので土台の場所は関係なさそう。紙が四角くてフィットしにくいとか、キーキャップ自体のくぼみに個体差があるとかかな。くぼみにしっかりフィットするようにシリコンマットをもう1枚重ねてもう90秒やってみます。綺麗に転写できました。シリコンマットは 2.5mm くらいの厚みがある方が良さそうです。トータルで3分40秒もヒートプレスしましたが、
溶けたりもしていません。 BBT 樹脂、すごいですね。さて QR コードは読めるかな。読み込めました。おまけ、家庭用アイロンでもできるかやってみます。高温設定にして、できる限り体重をかけて90秒。どうかな。薄いです。もう90秒。やっぱり薄い。もっと長時間やればもしかしたらできるのかもしれませんが、家庭用アイロンだと体重も乗せづらくて大変ですし、アイロンがミシミシって壊れそうで怖いので断念します。いかがでしたでしょうか。ヒートプレス機を使ってキーキャップに消火プリントする方法をお伝えしました。今回使用した材料は説明欄にリンクを貼っておきますので、よければご利用ください。ご質問などありましたらお気軽にコメントしてください。お役に立てましたら高評価してくださるとありがたいです。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。